皆さんこんにちは。カリナです。金子さんの友達です。今日は私の一日について話します。木曜日。木曜日の朝は目覚ましの音で起きました。6時40分頃に目を覚ましてすぐにベッドから出ました。今日は授業が多い日だったので、朝から準備を急ぎました。外を見ると空は晴れていて気持ちの良い朝でした。キッチンで簡単な朝ごはんを用意しました。パンを焼いて卵を茹でました。お茶を飲みながら今日の時間割を確認しました。午前と午後に授業が続いていて、空き時間はほとんどありませんでした。食事の後で教科書とノートをカバンに入れました。7時30分頃に家を出ました。駅まで歩く途中、通学中の学生の姿が多く見えました。電車は朝の時間帯だったので混んでいました。立ったままでつり革につかまりながら授業の内容を思い出していました。大学には8時40分頃に着きました。少し早めに教室に入り席に座りました。9時から最初の授業が始まりました。専門科目の講義で先生の説明は早く集中して聞く必要がありました。ノートを取りながら重要なところに印をつけました。11時に一つ目の授業が終わり、すぐに次の教室へ移動しました。二つ目の授業はディスカッション中心で学生同士で意見を出し合いました。日本語で自分の考えを伝えるのは難しかったですが、先生がゆっくり聞いてくれました。12時30分頃に昼休みになりました。学食はとても混んでいたので、売店でパンと飲み物を買いました。外のベンチに座って短い時間で昼ご飯を済ませました。あまり休めませんでしたが、午後の授業に備えました。1時30分から午後の授業が始まりました。午後は2コマ続けて授業がありました。途中でグループワークがあり、資料を読んだり、意見をまとめたりしました。集中する時間が長く、だんだん疲れが出てきました。4時30分頃、すべての授業が終わりました。教室を出ると体が少し重く感じました。その後、図書館に行って今日の授業でわからなかった部分を調べました。必要な本を借りてコピーも取りました。6時頃に大学を出ました。帰りの電車では座ることができ、少し目を閉じて休みました。家に着いたのは7時頃でした。すぐに手を洗って夕食の準備をしました。
夕食は簡単な料理にしました。野菜を切って炒め物を作りました。食事をしながら今日の授業の内容を振り返りました。授業が多い一日でしたが、学ぶことも多く充実していました。夜は無理をせず早めに休むことにしました。シャワーを浴びてカバンの中を整理しました。明日の予定を確認してから10時半ごろにベッドに入りました。静かな夜の中で長い木曜日が終わりました。金曜日。金曜日の朝は少しゆっくり起きました。7時ごろに目を覚まし、カーテンを開けました。外は明るく、空は穏やかな色でした。平日でしたが、授業が少ない日だったので、気持ちに余裕がありました。顔を洗って、身支度を整えた後、簡単な朝ごはんを食べました。ヨーグルトと果物を用意し、飲み物を飲みながら、携帯で連絡を確認しました。友人から昼ご飯の約束についてメッセージが届いていました。9時ごろに家を出て大学へ向かいました。電車の中は木曜日より空いていて座ることができました。車内では音楽を聴きながら今日の予定を確認しました。大学には10時前に到着しました。午前中は一つだけ授業がありました。内容は比較的優しく、先生の説明もわかりやすかったです。授業中には留学生同士で短い意見交換の時間がありました。11時30分頃に授業が終わり、その後友人と合流しました。日本人の友人と外国人の友人が一緒に集まり、学食へ行きました。少し遅い時間だったので、席はすぐに見つかりました。昼ご飯を食べながら、授業の話や週末の予定について話しました。食事の後、キャンパス内を少し歩きました。天気が良く、外で過ごすのが気持ちよい日でした。写真を撮ったり、ベンチに座って話を続けたりしました。日本語と英語を交えながら自然な形で交流が進みました。午後は特別な授業はなく自由な時間がありました。友人の一人が図書館で勉強すると言ったので一緒に行きました。それぞれ静かに課題を進めましたが、時々短い相談もしました。5時頃に図書館を出て近くのカフェへ行きました。温かい飲み物を注文し、落ち着いた雰囲気の中で話しました。日本での生活や文化の違いについて意見を交換し、有意義な時間を過ごしました。夕方になり、
友人たちと別れました。帰り道では、今日の出来事を思い出しながら、駅へ向かいました。電車に乗り、窓の外を見ながら、静かに過ごしました。家に着いたのは7時頃でした。夕食を済ませた後、友人から届いたメッセージに返信しました。人との交流が多い一日で、心が充実していました。夜は少しリラックスし、音楽を聴いたり、軽く読書をしたりしました。その後、明日の予定を確認してから10時半頃に就寝しました。穏やかな気持ちで金曜日が終わりました。土曜日。土曜日の朝は平日より遅く起きました。8時頃に目を覚まし、しばらくベッドの中で過ごしました。外から聞こえる音は少なく静かな朝でした。予定が特に決まっていない日だったので気持ちに余裕がありました。起きてからカーテンを開け部屋の空気を入れ替えました。その後、ゆっくり朝の準備をしました。顔を洗い、服を選んでから簡単な朝食をとりました。パンと卵を用意し、温かい飲み物を飲みました。10時頃に家を出て近くのスーパーへ行きました。週末だったため、店の中は少し混んでいました。食材や日用品を見ながら必要なものを選びました。果物や野菜を買い、レジで支払いをしました。買い物の後、少し散歩をしました。天気が良く、空は明るかったです。近所の公園を通り、ゆっくり歩きました。周りの景色を見ながら、日本での生活にもだいぶ慣れてきたと感じました。昼ご飯は家に戻ってから食べました。買ってきた食材を使い、簡単な料理を作りました。食事をしながら動画を見て、のんびりした時間を過ごしました。午後は自由な時間が続きました。部屋の掃除をしたり、洗濯をしたりして、生活の整理をしました。その後、机に向かい、少しだけ勉強もしました。平日に終わらなかった課題を確認し、必要な部分だけ進めました。4時頃に休憩をとり、音楽を聴いたり、本を読んだりしました。外はまだ明るく、窓から入る光が心地よかったです。時間を気にせず過ごせることが週末の楽しみでした。夕方になると友人から連絡がありました。オンラインで短く話し、近況を共有しました。直接会うことはありませんでしたが、気分転換になりました。夜は自分の好きな食事を作り、ゆっくり夕食をとりました。その後、シャワーを浴びて翌日の予定を簡単に確認しました。
特別なことはありませんでしたが、落ち着いた一日でした。11時頃にベッドに入り、静かな土曜日が終わりました。日曜日。日曜日の朝は目覚ましをかけずに起きました。9時頃に自然に目が覚め、しばらく布団の中で過ごしました。外は静かで、平日とは違う落ち着いた雰囲気がありました。起きてからカーテンを開けて天気を確認しました。空は明るく、穏やかな一日になりそうでした。その後、顔を洗い、ゆっくり身支度をしました。朝ごはんは軽めに用意し、時間をかけて食べました。午前中は家で過ごしました。部屋を片付けたり、机の上を整理したりしました。洗濯も行い、週の初めに備えて生活環境を整えました。作業は急がず、落ち着いて進めました。昼ご飯の後、少し休憩をとりました。音楽を聴いたり、静かに本を読んだりして、体と気持ちを休ませました。外出はせず、家の中でゆっくり過ごしました。午後になると、来週の準備を始めました。大学の時間割を確認し、必要な持ち物を整理しました。課題の締め切りを確認し、簡単に予定を書き出しました。日本での生活では、計画を立てることが大切だと感じました。その後、家族と連絡を取りました。短いメッセージを送り、近況を伝えました。離れていても連絡を取ることで安心できました。夕方には次の日のために食材を準備しました。簡単な料理を作り、数日分の食事の準備をしました。台所を片付けてから落ち着いた気持ちで夕食をとりました。夜はテレビを見たり、軽くスマートフォンを確認したりして過ごしました。遅くまで起きず、体調を整えることを意識しました。10時半頃に就寝し、1週間が静かに終わりました。日曜日は休息と準備の大切な日でした。木曜日。木曜日の朝は目覚ましの音で起きました。6時40分頃に目を覚ましてすぐにベッドから出ました。今日は授業が多い日だったので、朝から準備を急ぎました。外を見ると空は晴れていて気持ちの良い朝でした。キッチンで簡単な朝ごはんを用意しました。パンを焼いて卵を茹でました。お茶を飲みながら今日の時間割を確認しました。午前と午後に授業が続いていて、空き時間はほとんどありませんでした。食事の後で教科書とノートをカバンに入れました。
7時30分頃に家を出ました。駅まで歩く途中、通学中の学生の姿が多く見えました。電車は朝の時間帯だったので混んでいました。立ったままでつり革につかまりながら授業の内容を思い出していました。大学には8時40分頃に着きました。少し早めに教室に入り席に座りました。9時から最初の授業が始まりました。専門科目の講義で先生の説明は早く集中して聞く必要がありました。ノートを取りながら重要なところに印をつけました。11時に一つ目の授業が終わり、すぐに次の教室へ移動しました。二つ目の授業はディスカッション中心で学生同士で意見を出し合いました。日本語で自分の考えを伝えるのは難しかったですが、先生がゆっくり聞いてくれました。12時30分頃に昼休みになりました。学食はとても混んでいたので、売店でパンと飲み物を買いました。外のベンチに座って短い時間で昼ご飯を済ませました。あまり休めませんでしたが、午後の授業に備えました。1時30分から午後の授業が始まりました。午後は2コマ続けて授業がありました。途中でグループワークがあり、資料を読んだり、意見をまとめたりしました。集中する時間が長く、だんだん疲れが出てきました。4時30分頃、すべての授業が終わりました。教室を出ると、体が少し重く感じました。その後、図書館に行って、今日の授業でわからなかった部分を調べました。必要な本を借りて、コピーも取りました。6時頃に大学を出ました。帰りの電車では座ることができ、少し目を閉じて休みました。家に着いたのは7時頃でした。すぐに手を洗って夕食の準備をしました。夕食は簡単な料理にしました。野菜を切って炒め物を作りました。食事をしながら今日の授業の内容を振り返りました。授業が多い一日でしたが、学ぶことも多く充実していました。夜は無理をせず早めに休むことにしました。シャワーを浴びてカバンの中を整理しました。明日の予定を確認してから10時半頃にベッドに入りました。静かな夜の中で長い木曜日が終わりました。金曜日。金曜日の朝は少しゆっくり起きました。7時頃に目を覚まし、カーテンを開けました。外は明るく、空は穏やかな色でした。
平日でしたが、授業が少ない日だったので、気持ちに余裕がありました。顔を洗って、身支度を整えた後、簡単な朝ごはんを食べました。ヨーグルトと果物を用意し、飲み物を飲みながら、携帯で連絡を確認しました。友人から昼ご飯の約束についてメッセージが届いていました。9時頃に家を出て大学へ向かいました。電車の中は木曜日より空いていて座ることができました。車内では音楽を聴きながら今日の予定を確認しました。大学には10時前に到着しました。午前中は一つだけ授業がありました。内容は比較的優しく、先生の説明もわかりやすかったです。授業中には留学生同士で短い意見交換の時間がありました。11時30分頃に授業が終わり、その後友人と合流しました。日本人の友人と外国人の友人が一緒に集まり、学食へ行きました。少し遅い時間だったので、席はすぐに見つかりました。昼ご飯を食べながら、授業の話や週末の予定について話しました。食事の後、キャンパス内を少し歩きました。天気が良く、外で過ごすのが気持ちよい日でした。写真を撮ったり、ベンチに座って話を続けたりしました。日本語と英語を交えながら自然な形で交流が進みました。午後は特別な授業はなく自由な時間がありました。友人の一人が図書館で勉強すると言ったので一緒に行きました。それぞれ静かに課題を進めましたが、時々短い相談もしました。5時頃に図書館を出て近くのカフェへ行きました。温かい飲み物を注文し、落ち着いた雰囲気の中で話しました。日本での生活や文化の違いについて意見を交換し、有意義な時間を過ごしました。夕方になり、友人たちと別れました。帰り道では、今日の出来事を思い出しながら、駅へ向かいました。電車に乗り、窓の外を見ながら、静かに過ごしました。家に着いたのは7時頃でした。夕食を済ませた後、友人から届いたメッセージに返信しました。人との交流が多い一日で、心が充実していました。夜は少しリラックスし、音楽を聴いたり、軽く読書をしたりしました。その後、明日の予定を確認してから10時半頃に就寝しました。穏やかな気持ちで金曜日が終わりました。土曜日。土曜日の朝は平日より遅く起きました。8時頃に目を覚まし、しばらくベッドの中で過ごしました。
外から聞こえる音は少なく、静かな朝でした。予定が特に決まっていない日だったので、気持ちに余裕がありました。起きてからカーテンを開け、部屋の空気を入れ替えました。その後、ゆっくり朝の準備をしました。顔を洗い、服を選んでから簡単な朝食をとりました。パンと卵を用意し、温かい飲み物を飲みました。10時頃に家を出て近くのスーパーへ行きました。週末だったため、店の中は少し混んでいました。食材や日用品を見ながら必要なものを選びました。果物や野菜を買い、レジで支払いをしました。買い物の後、少し散歩をしました。天気が良く、空は明るかったです。近所の公園を通り、ゆっくり歩きました。周りの景色を見ながら、日本での生活にもだいぶ慣れてきたと感じました。昼ご飯は家に戻ってから食べました。買ってきた食材を使い、簡単な料理を作りました。食事をしながら動画を見て、のんびりした時間を過ごしました。午後は自由な時間が続きました。部屋の掃除をしたり、洗濯をしたりして、生活の整理をしました。その後、机に向かい、少しだけ勉強もしました。平日に終わらなかった課題を確認し、必要な部分だけ進めました。4時頃に休憩をとり、音楽を聴いたり、本を読んだりしました。外はまだ明るく、窓から入る光が心地よかったです。時間を気にせず過ごせることが週末の楽しみでした。夕方になると友人から連絡がありました。オンラインで短く話し、近況を共有しました。直接会うことはありませんでしたが、気分転換になりました。夜は自分の好きな食事を作り、ゆっくり夕食をとりました。その後、シャワーを浴びて翌日の予定を簡単に確認しました。特別なことはありませんでしたが、落ち着いた一日でした。11時頃にベッドに入り、静かな土曜日が終わりました。日曜日の朝は目覚ましをかけずに起きました。9時頃に自然に目が覚め、しばらく布団の中で過ごしました。外は静かで、平日とは違う落ち着いた雰囲気がありました。起きてからカーテンを開けて天気を確認しました。空は明るく、穏やかな一日になりそうでした。その後、顔を洗い、ゆっくり身支度をしました。朝ごはんは軽めに用意し、時間をかけて食べました。午前中は家で過ごしました。部屋を片付けたり、机の上を整理したりしました。洗濯も行い、
週の初めに備えて生活環境を整えました。作業は急がず、落ち着いて進めました。昼ご飯の後、少し休憩を取りました。音楽を聴いたり、静かに本を読んだりして、体と気持ちを休ませました。外出はせず、家の中でゆっくり過ごしました。午後になると、来週の準備を始めました。大学の時間割を確認し、必要な持ち物を整理しました。課題の締め切りを確認し、簡単に予定を書き出しました。日本での生活では、計画を立てることが大切だと感じました。その後、家族と連絡を取りました。短いメッセージを送り、近況を伝えました。離れていても連絡を取ることで安心できました。夕方には次の日のために食材を準備しました。簡単な料理を作り、数日分の食事の準備をしました。台所を片付けてから落ち着いた気持ちで夕食をとりました。夜はテレビを見たり、軽くスマートフォンを確認したりして過ごしました。遅くまで起きず、体調を整えることを意識しました。10時半頃に就寝し、1週間が静かに終わりました。日曜日は休息と準備の大切な日でした。